昔々、あるところに、白き森と呼ばれる、薄暗く、下から上へと雪が降り積もる、不思議な森がありました。白き森に立ち入ると起こる、様々な不思議な出来事に怯えた近くの村人たちは、森に近づかないよう、白き森には魔女がいる、と言い伝えました。そんな白き森で、ディアベルという魔女と、ディアベルから自分の子供のよう育てられ、魔法を教わっていた4人の見習い魔女たちが幸せに暮らしていました。ある日、森での平和な暮らしに退屈していた姉のリゼットと妹のアステーリャは言いつけを破り、森の深くへと足を踏み入れます。そこで二人は見たこともないほど赤く、そして美しいリンゴを見つけました。このリンゴはきっと美味しいに違いない。どこからともなく囁きかけてくるようなその声を、お互いにお互いのものだと思い込んだ二人は、悪魔がもたらした罪の果実を大好きな先生にプレゼントしてしまいます。罪の果実を口にしてしまったディアベルは呪われ、ディアベルから伸び出た茨が白き森を覆い尽くし、見るもおぞましい黒き森へと姿を変えていきます。そして、リゼットとアステーリャの姉であるシルビー、ルシアは、呪いにより魂を抜かれ、命を落としてしまいます。せめて、リゼット、アステーリャだけでも救おうと、魔女ディアベルは最後の力を振り絞り、自らの魔力を幼い二人の子供に分け与えました。自分たちの過ちによって故郷や家族を失ってしまったアステーリャとリゼット。命からがら逃げ延びたアステーリャは財宝となってしまった家族を救うため強くなることを胸に誓います。ディアベル先生のように。一方のリゼットはディアベルにより魂を抜かれてしまうことは防がれましたが、一時は悪魔のアザミナにより体を支配されてしまいます。しかしやがてその支配が解かれた時、妹をこの戦いに巻き込んではいけないと自らの手で決着をつけるため、二人は別々の道を歩み始めたのです。それで、アザミナとの決着はついたの？二人は最後どうなったの？自らの罪と向き合い、断ち切った二人は、見事アザミナを打ち倒し、やがて白き森には平和が訪れたそうだよ。でも、二人の魔女がその後どうなったのか、どこへ姿を消したのかは、誰にもわからないみたいだ。黒ずきんの目次へようこそ。先日発売したザ・バリュアブルブック EX5 にて、財宝ストーリーの後半である白き森からアザミナとの最終決戦までのお話が保管されたことに加え、新イラストの黒魔女ディアベルスターや白き森の魔女に映っていたスネークアイズポプルスの姿をした子供の設定画が公開されたことで、そのエピローグについて X では様々な考察が飛び交いました。財宝ストーリーや登場人物たちについて新たに保管された要素として、ヨーマディアベルが白き森に捨てられた赤子を拾っては親代わりとなって育てていたこと、同い年ではあるが最年少のアステーリャがリゼットから妹として可愛がられていたこと、二人が罪の果実をヨーマディアベルにプレゼントしてしまったことで、
アザミナの妖魔に肉体を乗っ取られ、白き森が漆黒の森へと変貌を遂げてしまったこと。アザミナリゼットの肉体自体はアザミナに支配されたが、魂は無事であり、操られたふりをしながら復讐の機会を伺っていたこと。最後は二人の魔女の身代わりとなって、妖魔ディアベル、シルビー、ルシアの三人らが天に昇ったことなどがありますが、おおむねは僕たちが頭の中で思い描いていたストーリーの通りであり、また詳細について気になる方は実際に手に取って確認してほしいため、細かな解説は省略します。白き森での物語をダイジェスト形式で綴った黒ずきん作のアニメーション動画もあるため、ぜひそちらもご覧ください。今回は黒魔女ディアベルスターの新イラストやスネークアイズポプルスの姿をした謎の子供の存在から推察できる財宝ストーリーのエピローグ部分及びその始まりについて考察していきたいと思います。パジャマトリオのすりみ、夜の3人でワイワイ話し合って考えました。目次です。参照だけにてお送りします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章黒魔女ディアベルスター。新イラストの黒魔女ディアベルスターからは多くの情報を読み取ることができ、財宝ストーリーの顛末について大きく分けて3つの説を提唱できます。1、静止説。財宝をめぐり戦ったディアベルスターと同一人物であるというのがこちらの説です。その根拠としてディアベルスターが持つ2冊の本がシルビー、ルシアと同じ色の魔力を放っているほか、ディアベルスターという名はそもそもディアベル先生のように強くあろうとした静止の世界線でのアステーリャの決意を表すものであり、新イラストからはこの戦いで命を落とした彼女らの意志を受け継いでいるかのように見受けられます。またもう一点、新イラストにはディアベルゼと同じ色の瞳を持ち、彼女の財宝カラーである紫色の毛先をした猫が描かれており、ディアベルスターがディアベルゼを意識したような大きな帽子をかぶっているのもポイントです。ディアベルゼは一度アザミナに体を支配されており、白魔女ディアベルゼの設定画には進む財宝か、日々崩れかけた体を支えているなどの記載があったため、そういった理由から人間としての肉体を維持できなかったのかもしれません。2、イフ説。静止説とは対照的に、財宝ストーリーとは別の世界線のディアベルスターであるというのがこちらの説です。その最たる根拠として、新イラストの彼女が白き森のアステーリャをそのまま成長させたような装いをしています。バリュアブルブックの設定画にて、手配書に描かれているのが財宝狩りの悪魔ではなくゴブリンライダービッグヘッドガボンガである点も少し気になります。そして新イラスト紹介のページに記されたある日、ある時、ある場所でという別の世界線や時間軸を匂わすような表現。罪なき財宝ではシルビー、ルシア、ヨーマディアベルらがディアベルスター、ディアベルゼに代わって天に昇ったと記されていますが、その後の彼女らの動向などについては実は明らかになっていません。例えばですが、スネークアイの元ネタである蛇の女王エグレの顛末と重ねた場合、本編での二人は最後、白き森の魔女で描かれた胎児となり、一方の新イラストについては、イフ世界線または転生後の世界であるといった可能性も考えることができます。3、遠い未来説。財宝ストーリーから何十年、何百年と経っていて、その子孫であるというのがこちらの説です。こちらの根拠として、イフ説同様、財宝ストーリーとの時間軸のズレを匂わすような表現をしているほか、昔々と読み聞かせをする語り部としてのディアベルスターが新イラスト版の設定画にて描かれています。白き森の言い伝えや白き森へ入るべからずといったおとぎ話を連想させるカードは
子孫ディアベルスターが白き森の魔女という紙芝居を通じて子供たちへと語り継いでいるものなのかもしれません。以上が新イラストから読み取れる3つのエンディングの考察となります。ただバリュアブルブックではぼかされている部分も多く、結局のところ考察の域を出ないため、あえてこの物語を読んだ人に結末を委ねるようなマルチエンディング的な描き方をしているようにも思えます。ここからはエンディングについてのヒントが隠されていそうな、その他の気になる点についても着目していきます。第2章、スネークアイズ・ポプルスの姿をした謎の子供。ザ・バリュアブルブック EX5 にはもう一人、気になる存在について触れられています。スネークアイズ・ポプルスの姿をした謎の子供の存在です。この子供、パッと見はポプルスなのですが、正確にはポプルスをデザインしたようなフードをかぶっていて、ポプルスとは異なり足や白い角が生えています。白き森の魔女の右下に描かれていたのも、実はこの子供であり、しかし新イラストの黒魔女ディアベルスターが持っていた本の写しを持っていること以外、一切が謎に包まれています。反逆の財宝スネークアイから生まれてきた本編のポプルスが、ディアベルゼとは反対に人間に戻りつつある姿なのか、はたまたお話を読んだ子供がポプルスの格好をしているだけの異不世界線のものなのか、このポプルスもどきの存在がマルチエンディングという結論に拍車をかけているような気もします。ではポプルス本人に目を移してみましょう。ポプルスの正体や目的についても結局何も明らかになっていませんが、本編を通じていくつか推測できることはあります。財宝ストーリーの起源であり、ポプルス自身でもある反逆の財宝スネークアイですが、このカードのみがディアベルスターや後にテーマ化したスネークアイを差し置いて、1枚だけ前のパックで先行で登場していたのも意味ありげですよね。悪魔アザミナの呪いにより反逆の財宝となってしまったポプルスですが、元の人間はアザミナ、元い贖罪という行為に対して抗おうとする強い意志を持っていて、ディアベルスターに確保された後は、その魔力を吸収してポプルスとして再度肉体を手にした贖罪に抗う意志が具現化した、いわば突然変異的な存在なのかもしれません。だからこそ最後はスネークアイズ・エグゼキュート・ドラゴンとして見事罪を断ち切ったわけですし、ディアベルゼがアザミナの妖魔を打ち倒すためにその姿を変えたスネークアイズ・ダムドドラゴンの媒介としてポプルスをさらっていた事実を見るに、ポプルスがアザミナだと元い断罪のキーとなっていたことは間違いないでしょう。ザ・バリュアブルブック EX4 の反逆の財宝のページで記載されていた、すべてを奪われた少女のすべてを奪い返す戦いが始まるというキャッチコピーも、実はアステーリャの話ではなくポプルスの話だったりして、人間である以上過ちを罪を犯す、誰もいなくなった白き森にアステーリャたちとは別の子供が現れたのは、新たな罪の種である人の命が芽吹いたことの示唆なのでしょうか。そして白き森の魔女の写しを手に抱えたその罪の種は、今は平和な白き森でこの悲しい物語があった事実を後世まで語り継ぎたかったのかもしれません。ポプルスに始まりポプルスに完結する罪の物語。第3章、反逆の財宝スネークアイの前身。さて、ここまでのお話を仮説とした場合、贖罪を拒んだ反逆の財宝スネークアイの人間時代は一体誰だったのでしょう。ここで一人、今回のバリュアブルブックで突如として登場した不可解な人物が浮上してきます。大魔女モルガナ。プレイザ・ディアベルにて白き森のアザミナ・リゼットと激闘の末、敗れてしまったその魔女は、その肉体はアザミナ・モアレジーナとなってしまいました。アザミナ・リゼットがアザミナの妖魔直々に
モルガナ抹殺の命を受けていたことや、ヨーマ・ディアベル同様、大魔女と呼ばれる存在だったことから、アザミナにとっては危険因子であったことが伺えます。肉体はアザミナ・モアレジーナとなってしまったモルガナですが、その魂はどこへ行ってしまったのでしょう。当初、モルガナの魂は反逆の財宝スネークアイとなり、財宝ストーリー完結後の13期最初のブースターで大魔女モルガナが登場すれば綺麗に伏線を回収でき、財宝ストーリーは本当の意味で完結を迎えるのではと考えていました。しかしモルガナの語源から察するに、その魂はまどろみの財宝モーリアンとなったと考えるのが妥当です。モルガナを抹殺したディアベルゼがまどろみの財宝の力を有していたことにも説明がつきますし、余談ですが黒ずきんが以前から睨んでいた通り、モルガナとモルガナイトには関連性があったことが序盤の瞳の魔女モルガナの登場で判明しました。バリュアブルブックにモルガナの魔刀という表記があり、あえてその表記をしたとしか思えなかったんですよね。しかし、瞳の魔女モルガナニアリーイコール大魔女モルガナだと考えます。バリュアブルブックで瞳の魔女という表記が一切ないことに加え、決定的な理由として、彼女がアザミナ化した姿のアザミナモアレジーナが指定する融合素材の条件とレベルが一致しないからです。実際、白き森の魔性ルシエラや白き森の魔老シルビアは、彼女らがアザミナ化した姿のアザミナム・ルシエラーゴやアザミナレア・シルビアの融合素材として条件を満たしていましたし、レベルも一致していました。この法則に当てはめた場合、レベル8の悪魔族モンスター、大魔女モルガナとして今後進化形態が登場する可能性があるというわけです。少し脱線してしまいましたが、最後にこちらの対応表をご覧ください。実は一人、これまでの登場人物の中で人間時代や財宝としての姿が明かされていないものがいます。そう、アザミナソル・エリュシクトーンです。しかしエリュシクトーンについても、実はザ・バリュアブルブック EX4 にてリンクする財宝の存在が示唆されています。財宝アイトーンは、かつてゴブリンライダービッグヘッドガボンガが大冒険の末に手に入れたお宝でしたが、ゴブリンライダークレイジービーストがそれを誤飲してしまい、体内に強大な魔力を宿した模様。このアイトーン、ギリシャ神話に同名の登場人物が存在し、またの名をエリシクトーンというそうです。加えてゴブリンライダークレイジービーストとアザミナソル・エリシクトーンの攻撃力・守備力は一致しています。クレイジービーストイコールエリシクトーンかどうかは定かではありませんが、クレイジービーストの元々は人間で、理性を失ってもなお、本能で自身の魂を飲み込んだというのも考えられそうです。また、財宝合戦では、ポプルスがクレイジービーストを吸収し、アイトーンの力を取り込むことで、スネークアイズ・ディアベルスターへと姿を変えます。ポプルスはなぜアイトーンを吸収したのでしょうか。それはこの物語の起源である何者かがエリシクトーンへとアザミナ化する際、魂がアイトーンと反逆の財宝に分離し、ポプルスがそれを奪い返そうとしたのかもしれませんね。アイトーンと反逆の財宝スネークアイ、どちらの名前にも愛が入っているのも気になります。いかがだったでしょうか。大魔女モルガナやアザミナソル・エリシクトーン、そして何より反逆の財宝スネークアイの正体が明らかになっていないことから、13期ブースターをもって財宝ストーリーは堂々の完結を迎えると黒ずきんは予想します。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。